地球の皆さんこんにちは、月くんと申します。今日はウルトラマンダイナに登場した主な怪獣たち解説ということで、少し前にダイナの解説動画出したんですけど、かなりの駆け足だったので、今回はダイナに登場した怪獣たちの中から特に有名というか重要な生かした怪獣たちを紹介していきます。過去に公開したウルトラマンダイナ最強怪獣ランキングの動画もチェックしてくれたら超ファインプレーです。まずは宇宙球体スフィア。ウルトラマンダイナのメインの敵と言ってもいいようなダイナを語る上で外せない存在です。まあ51話ある中でスフィアが出てくる回ってそこまで多くはないんですけど、1話や最終話を含めて何回も出てきます。ネタバレが苦手な人とかもいると思うんで名前とかは伏せますけど、ニュージェネレーションダイナではこのスフィアかもしくはそれに近い存在がメインの敵になるのは間違いないと思います。このスフィアはネオフロンティアスペースにいる高い知性を持った謎の生命体で、人類が宇宙に進出するのをめっちゃ嫌がっていて、出る杭打ってやるみたいな感じでめっちゃ粘着してくるんですよね。ラスボスはこのスフィアの本体なんですけど、宇宙の全てをスフィアと同化させて全ての生命が一つになることを目的としています。そうすれば争いがなくなってみんなハッピーでしょみたいなこと言ってくるんですけど、全然ハッピーじゃないですよね。宇宙の全てが自分と同化すればみんな一緒だからいいよね的なジャイアンの最終進化系的な感じです。で、目的がそんな感じなんで、このスフィアは他の物質とか生物を取り込むことができて、その能力でスフィア合成獣という強敵を何度も生み出しました。今後の作品に出てくるとしたら、いろんな怪獣に寄生してマイナーチェンジした既存怪獣がたくさん出てくるところが目に浮かびますね。スーツのコスト削減にもなるし。次は三面ロボ闘獣ガラオン、そしてミジー星人。ガラオンは第13話30話に登場した怪獣で、ミジー星人が侵略用に作ろうとしていた超でかいロボット兵器の頭の部分です。ミジー星人とガラオンの回は非常にコメディチックに面白おかしい雰囲気の回なんですけど、頭部だけでダイナとある程度やり合える性能でしたので、ちゃんと全身完成していたら 400m の超巨大な敵になっていたはずですので、普通にかなりヤバかったと思います。ウルトラマンの笑ったシーンという動画でも扱いましたけど、このガラオンとの戦いでダイナが爆笑するシーンがあります。設定的にもミジー星人が出てきても全然おかしくないですし、ダイナの中でも非常に印象に残る怪獣でしたので、ワンチャン再登場してくれたら個人的には嬉しいです。次は宇宙怪獣レイキュバス。謎の宇宙生物スフュームに刺激されている宇宙怪獣で、ダイナを代表するエピソードの第25話26話に登場しました。このスフュームは自称宇宙で一番優れた生命体らしいです。なんかウルトラシリーズで似たようなこと言ってるやつ他にも何人かいましたね。このレイキュバスがおそらく一般的には1番か2番くらいには知名度があるダイナ怪獣で、ニュージェネ作品でもファイブキングのパーツになっていることでもおなじみですね。高熱と冷気の両方の特性を持っている二刀流怪獣で、半端じゃない射程の狙撃能力や高い防御力、ダイナを凍らせた冷気ガスなどかなり強い怪獣でもあります。そんな強力な怪獣を従える能力と高い知性で人間を下に見て生きり散らかしていたスフュームなんですけど、確かに言うだけあってかなりの強敵でした。他にも同種族がいても不自然じゃないですので、こちらも設定的には再登場してもおかしくない怪獣宇宙生物かと思います。次は劇場版勢の電脳魔人デスフェイサー、宇宙植物獣人モネラ星人、超巨大植物獣クイーンモネラ。モネラ星人というまあ見方によっては可愛いこの宇宙人が大した理由もなく人類を滅ぼそうとしてくるんですよね。ほんとそういうことやめてほしいですよね。なんとなく目障りみたいなヤンキーですよほんと。まあ思考はヤンキーでもやり方はまあまあ賢くて、人類の兵器を奪って改造しちゃうんですよね。それがこの電脳魔人デスフェイサーです。こいつ本当に地球産かってマジで疑いたくなるぐらい強くて、ポジティブでメンタルが強いダイナをビビらせてトラウマを植え付けたぐらいの強敵でした。変形してデスフェイサーになるシーンは当時としてはかなりの衝撃映像でした。そしてモネラ星人の最終手段がわらわらと大量にいたモブのモネラどもと宇宙船が合体して誕生したこのクイーンモネラです。とにかくでかくて強くて、このクイーンモネラも当時のインパクトすごかったですね。
ダイナのストロングタイプでも勝てなかった数少ない敵のうちの1体です。ちなみにそのクイーンモネラとダイナの戦いの声真似を弟がよくしてくれるんですけど、それで15年は笑わせてもらってます。まあ身内ネタですけどね。このモネラ星人の生き残りっていう設定とか、クイーンがいるならキングもいるんじゃないってとこから、こちらも再登場してもおかしくないというかしてほしい怪獣のうちの1体ですね。次は第35話36話に登場した宇宙合成獣ジオモス。先ほど紹介したスフィアによって生み出されたスフィア合成獣のうちの1体です。宇宙船とか岩石とかいろいろ取り込んで誕生した怪獣なだけあってめちゃくちゃ強いです。破壊電磁波も強くてフィジカルも強くて空間バリアも張れて、人間で言ったらイケメン、高収入、性格もいいみたいな、こいつ最強なんじゃね的な怪獣です。ダイナも一回敗北するんですけど、なんとこのジオモスウルトラマン倒しておいてもう一段階強化変身残してるんですよ。フリーザ様かな。まだアベノハルカスとかがない頃の大阪の天王寺とか大阪城付近で大暴れしました。設定的に再登場は微妙なところですけど、ぜひ覚えておいてほしい怪獣のうちの1体です。次は第31話に登場したグレゴール人、まあ偽ウルトラマンダイナですね。宇宙一の格闘家を目指している意識高い系の宇宙人で、ダイナと喧嘩するためだけに地球に来ました。だから別に悪いやつではないです。このグレゴール人、宇宙一を目指しているだけあって相当強くて、ダイナと互角以上の強さがあります。偽ダイナ VS ダイナの戦いは非常に激アツな戦いですので、本当に見てほしいです。ダイナの姿、ダイナと同じような能力を使って戦っているんですけど、当然本来の姿は別にあって、相手に合わせた能力で戦っていたのか、それともたまたま似た能力を持っていたのかはわからないんですけど、とにかく強いです。もし前者だったらナメプですよね。このグレゴール人も他にも絶対いると思いますので、再登場する可能性は高いと思います。で、偽トラ系、ワルトラ系でダイナに登場したのはもう一人いまして、それが第49話に登場した人造ウルトラマンテラノイド、そしてそれがスフィアに乗っ取られた超合成獣人ゼルガノイド。ティガとダイナの舞台になっているネオフロンティアスペースには少なくとも7体、ガーディを含めると8体の石像がこの時点で見つかっていて、その破片から作られた石像にアスカから無理やり奪った光のエネルギーをぶち込んでできたのがこのテラノイドです。まあスニーカーとかでも本物と同じ素材使って作ったパチモンとかありますけど、ほんとそんな感じで本物から作ったパチモンなんで、スペック的にはダイナと同等の能力があって、作中でもソルジェント光線とかダイナの技を使っていました。ただ心がないので機械みたいな動き方で、見た目と能力は一緒だけど機械だよねみたいな部分で言うとエースロボットに似てるかもしれないですね。でそのテラノイドが最初に紹介したあのスフィアにごっつぁんでーすみたいな感じで乗っ取られて変化したのがこのゼルガノイドです。このゼルガノイドのソフビの背中の部分がやたら外れて当時困りましたね。まあそんなことは置いといて、このゼルガノイド人造とはいえウルトラマンとスフィアの力が融合しているんで当たり前ですけど相当強いです。グレゴール人とテラノイドは設定的にもルックス的にも最近の作品に組み込みやすそうなんで、かなりの高確率で再登場もしくはリブートされるんじゃないかと月くんは3000万年前から予想しています。他にも複数回登場しているネオ・ダランビア、ブロッシーナ、モンス・アーガー、ガイガレード系とか、可愛い路線のバオーンとかハネジロとか、ダイナを苦しめたネオザウルスとか、有名だったり魅力的な怪獣たちは他にもめっちゃたくさんいます。まだまだ新作まで時間的猶予ありますので、ダイナ見てない方もしいましたら1日1話見るだけで2ヶ月かからないのでぜひ見てほしいです。ここまで見ていただいてありがとうございました。さよなら。